皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。地上波のニュース報道では細かな点まで取り上げてくれません。ぜひともこのチャンネルでウクライナ情勢の情報を更新していってください。今回取り上げる主な話題は、トランプ政権になってから初めて本格的なロシアに対する制裁が発動されました。その影響は非常に大きなものです。制裁対象はロシアの輸出している石油。この石油に対する制裁の発動により、取引高が急激に減少し、これに伴ってロシアの外貨収入が月当たり7000億円程度の打撃を受けると見られているのです。ロシアは莫大なお金を軍事予算に割り当てて、それによってウクライナに対する侵略攻撃を繰り返し行っています。しかし、現状においても2022年以来、未だに東部戦線で立ち往生したような状態となっており、ウクライナ攻略のめどは全く立っていません。現在のペースで言えば100年間の侵略攻撃が必要だとされるものですから、その100年間乗り切れるような人口や軍事予算のめどといったものも当然立つものではありません。そのような状況下で今まさに足元ですでに収入の大きな柱がへし折られようとしているわけですから、今後ロシアにとって非常に暗雲が立ち込める状況となります。というわけで今回はロシアの軍事侵略を支える国家収入の一つに非常に問題が出ていることを取り上げていきましょう。アメリカの制裁でロシアの石油輸出半減も月7000億円減収とゼレンスキー氏。ウクライナのゼレンスキー大統領はトランプ政権がロシアの石油大手2社に課した制裁により、ロシアの石油輸出が5割減り、月額で最大7650億円の減収につながるとの推計を示した。石油はウクライナ侵攻を続けるロシアの主要収入源で、アメリカの政権には制裁で戦費調達能力に打撃を与える狙いがある。ゼレンスキー大統領は経済・軍事両面での対ロシア圧力強化の必要性を強調。アメリカの政権に対し、長射程の巡航ミサイルトマホークや類似の兵器の供与を引き続き求めるとした。収入の大きな減少が見込まれる状況となっていることから、制裁の悪影響を少しでも減らそうと、制裁対象の企業が対応に大当ての状況となっています。ロシア第2の石油会社が国外資産売却へ。侵攻後、アメリカ制裁で最大規模化。アメリカの制裁対象となったロシア第2の石油会社、ルクオイルは国外にある資産を売却する方針を発表した。国外に保有する油田や燃料の販売事業が対象となる可能性がある。ロイター通信によると、2022年のウクライナ全面侵攻後、対ロシア制裁を受けた企業の事業売却としては、最大規模になると見られる。ロシアメディアによると、ルクオイルは中東のイラクで油田の権益を保有するほか、欧米などに2400以上の給油所があるという。アメリカ政府はロシア石油最大手のロスネフチと民間のルクオイルに対し、アメリカにある資産の凍結を決定した。50% 以上の株式を保有する子会社も含まれる。両社と取引する企業もアメリカの二次制裁の対象になる恐れがあることから、外国での事業継続が難しい状況となった。こうしたアメリカの追加制裁について、プーチン大統領はロシアへの非友好的な行為と批判しつつも、経済に重大な影響を与えないと述べた。しかし、先ほども述べたように、ゼレンスキー大統領は、ロシアの原油輸出が 50% 減少すれば、輸出収入も最大で月7600億円を失う可能性があると指摘している。プーチン大統領は、制裁の影響はないという話をしています。しかし、実際に制裁を受ける企業は、現にダメージを受けていることから、従来通りの営業活動ができなくなりました。プーチン大統領が言っているのはあくまでも強がりに過ぎないでしょう。だからこそ今回、国外の資産売却を進めるという報道も出始めているわけです。また一時期はトランプ大統領の虚言癖ではないかといったような指摘も受けたインドによるロシア産原油購入の見送りについて、インド製油所ロシア産原油の新規発注見送り、インドの石油精製会社はロシア石油大手に対する制裁発表以降、ロシア産原油の新規注文を見送っていると関係筋が明らかにした。政府や供給業者から明確な説明を待っている段階だという。関係者の一人によると、我々は新たな発注をまだ行っておらず、制裁対象企業とつながりのある貿易業者の一部注文をキャンセルしたと述べた。また別の関係者は、自社の購入が制裁対象企業と関連していないことを確実にする必要がある。関連があれば、銀行に決済を仲介してもらえないためだと語った。こうしたインドにおけるロシア産原油の購入見送りのニュースというものは、
今のところ連日のように続いていることから、その信憑性は極めて高いものだと言えるでしょう。このようにインドにおけるロシア産原油購入停止もしくはキャンセルの話が出始めている一方において、ロシアは大口の顧客である中国を何としてでも引き止めようとしています。ロシア、アメリカの制裁を受けて中国への原油割引を拡大。ロシアと中国との間には海上輸送だけではなくパイプラインでの石油販売も行われています。それだけに見えない形となっていることから制裁の影響を回避することもある程度は可能です。しかし、たとえそうであったとしても、アメリカから目をつけられて二次制裁の対象になれば、ロシアとの間における取引だけではなく、国際的な取引を行っている会社においては、ダメージは大きなものとなります。そうしたリスクを抱えながらでも、まだまだ取引を続けてほしいと考えた場合においては、リスク以上のメリットを提示しなければなりません。そのためロシア側はさらなる値引き交渉といったものを行い、もっともっと買ってくれという話をし始めているようです。どこまで中国がロシアと運命を共にしようとしているかはわかりません。もしくはトランプ大統領がどこまで中国に対して強く出るか、このあたりを探りながらの動きとなるでしょう。どのみち輸出先2位であったインドが制裁の影響によって離脱するとなれば、どのみち大きな石油収入の下落は避けられないでしょう。ちなみにロシアの産業界において暗雲が立ち込めているというニュースが流れています。気分は暗い。ロシア産業の約 80% が不況に陥っている。ロシアの製造業24部門のうち国内生産の約 80% を占める18部門で生産が減少している。これらのデータはロシア科学アカデミー経済予測研究所の専門家による報告書で記載されている。ロシア連邦統計局によると、1月から9月にかけて衣料品と履物の生産は 3.5% 減少、家具は 8.2%、食品は 0.9% 減少、小麦粉は 5.6%、穀物は 6.9%、ひまわり油は 16% 減少。その他コンピューターの生産は 19.3%、テレビは 23.5%、冷蔵庫は 14.6%、洗濯機は 24.8% 減少。その他、電気機関車の生産が約 20%、乗用車は 12.5%、貨車の生産は 24.2% 減少した。現在、ロシア国内においては、軍需産業に対しては国から膨大なお金が入っていますが、それ以外の民間経済においては、人手不足による人件費の上昇、そして全体的なインフレという問題もあります。それでいて、非常に金利が高い状態となっていることから、お金の融通という面においても支障を抱えています。さらにこれからロシア国内においては増税ラッシュが始まります。日本でいう消費税にあたる付加価値税は 22% まで上昇。公共料金についても電気・ガスといった本来であれば産出する資源についても値上がりし、公共住宅についても公共交通についても値上げが予定されています。そのようなことにより全体的な消費動向についても自ら圧力をかけているような状態です。ちなみに毎回のように私がロシアに対して圧力をかけることに言及していると、そのことを批判する人というものが必ずのように現れます。これに関して石油の話については OPEC もしくは OPEC プラスの増産の話を取り上げるのですが、天然ガスについても同様にしてロシアを国際市場から締め出してもあんまり問題ないんじゃないかなと思うニュースを取り上げておきましょう。LNG 液化天然ガス生産能力が記録的拡大へ、価格抑制し需要喚起。IEA 報告書。国際エネルギー機関 IEA は天然ガスの中期見通し報告書で2030年にかけて液化天然ガス LNG の生産能力が過去最高ペースで拡大し、世界的に供給安全保障が強まって価格圧力が和らぐとの見通しを示した。報告書によると、アメリカとカタールを中心に LNG の輸出能力は30年までに年間3000億立方メートル増える。これは LNG 供給が30年までに正味年間2500億立方メートル増える可能性を意味し、予想外の障害がない限り今後数年間で価格は下落し、需要拡大を招くだろうと予想した。ちなみにここでアメリカの名前が出てくるのは、現在のトランプ政権が積極的に地下資源を利用し、国内需要だけではなく海外へと輸出しようと考えているからです。二大産油国といえばサウジアラビアとアメリカ、そして天然ガスの産出国としてもトランプ大統領はよりもっと
自国のエネルギー資源を掘りむくろうという方針を示しています。続いて今日のウクライナ軍の戦果報告より、こちらの映像はウクライナ軍ドローンがロシア軍のレーダーを破壊している様子。前線においては移動しているこうしたレーダーは、ウクライナ軍の大型ドローンによるロシア本国に対する攻撃を察知するのにも使われますし、なるべく多く破壊しておく必要があります。続いては、ウクライナの東部戦線におけるロシア軍に対する迎撃戦闘の様子。ロシア軍が戦車や装甲車を駆り出してウクライナ軍に対する攻撃を行っています。以前、ソ連の遺産については使い尽くしているという話をしました。一方で、ロシア軍は新しく戦車や装甲車も作っています。以前はこのソ連の遺産プラス新しく作るものという具合にして両方の供給があったわけですが、その半分が失われたわけです。そして現在のロシアの工業生産能力としては、戦車については年間300両前後を作ることができるだろうと言われています。ですから待ち続ければ戦車がどこかの部隊に集中的に配備することができれば攻撃する能力が生まれるというわけです。ただし現在のところそうした集中的な配分といったものが行われておらず、かなり方々の部隊にバラバラに生産した戦車が割り当てられているようで、古い戦車、新しい戦車、そういったものが混在する形でロシア軍の攻勢が行われています。迎撃するウクライナ軍としても従来のドローンプラス砲撃によってある程度撃退することができています。ちなみに私はアメリカによるロシアに対する制裁についてはもっと前からやってほしかったという考え方をしています。そもそもバイデン政権が行ってきた制裁にさらに追加する要素はたくさんあったわけで、さらに制裁を科したものについても必ずロシア側はその制裁に対する回避策を取ってきました。ですから制裁をかけてもその後追加の制裁を行うことによってその抜け穴というものを塞いでいかなければなりません。トランプ大統領は就任して以降、そうした制裁の抜け穴に関しても塞いでこなかったし、制裁の新しいものについても実施してこなかったということで、ロシアに対してかなり助け舟を出したわけです。しかし、それによって何かプーチン大統領がトランプ大統領に対してお返しをしたかといえば別にそういったものも表向きはないわけですから、いい加減今回制裁を実施したのは一つ前進だというわけです。逆に言えばもっともっと前から行っていればより早くその悪影響といったものをロシア側にもたらすことができたわけで、トランプ大統領はもう一歩踏み込んでバイデン政権時代行っていたウクライナに対する軍事支援をトランプ政権においても実施してほしいものです。何もアメリカの国民の税金を使わずともロシアの凍結資産を返済の代金に充てたり、もしくは長長期の返済計画を組むような第二次世界大戦で用いた武器貸与法レンドリースを適用するといった考え方でも良いでしょう。すでにそのようなアイデアはバイデン政権時代からやるべきだという話はあったわけですから、トランプ大統領がノーベル平和賞が欲しいというのであれば、そのようにして自分の懐を痛ませない形で、いくらでもウクライナ支援とロシア制裁を行ってさっさと平和をもたらしてほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。